やりたいことがあるのになぜか動けない、そんな経験は誰にでもあります。本当に必要なのはやる気ではなく、行動の順番を整えるための地図です。今回紹介する思考を行動に変える最短ルート、プロジェクトマップ行動設計法は、頭の中のモヤモヤを整理し、行動を小さなステップに分けて誰でも動き出せるようにしてくれる一冊です。著者が教えるのは、まず考える順番を整えること、次にやることを紙の上に見える形で並べ、最後はたった3分で終わる行動から始めること。この流れを作るだけで驚くほど前に進めるようになります。まるで迷路に地図があるだけで安心して進めるように、行動にも自分だけの地図が必要なのです。この動画では本書のエッセンスを分かりやすく紹介します。あなたの動けないが今日からできるに変わる、そんなきっかけになれば嬉しいです。この本を読むとあなたの行動の仕方が変わります。私たちはやりたいことがあっても一歩目が出ないことがあります。例えば夏休みの宿題を前にした小学生がどこから始めればいいのと迷うように、大人になっても同じ迷いが生まれます。そんな時、この思考を行動に変える最短ルート、プロジェクトマップ行動設計法が役に立ちます。著者は行動を作る専門家である松岡勝正さんです。この本はビジネス書でありながら、日常の小さな行動にも使える優しい設計図を教えてくれます。頭の中でぐるぐる回るだけの、考えているのに動けないという問題をどうすればスッと進めるのか、そのヒントがプロジェクトマップという方法にまとめられています。この動画ではこの本の大事なポイントを3つに分けて紹介していきます。難しい専門語は使わず、普段の生活でもイメージしやすい言葉でお伝えしますので、安心して聞いてください。きっと今日から一歩を踏み出す力が手に入ります。2、本書の概要。この本は頭の中にあるやりたいことや進めたい仕事を実際の行動に変えるための方法をまとめた一冊です。多くの人がつまずくのは、何をすればいいかはなんとなくわかるけれど行動に移せないという場面です。そんなモヤモヤを解消するために、著者は思考を整理し行動へつなげる道筋を地図のように描く方法を紹介しています。これが本書の中心となるプロジェクトマップ行動設計法です。プロジェクトマップとは、目標までの道のりをシンプルに分けて見える形にしたものです。例えば遠足の前日に地図を広げて、ここからスタートしてここでお弁当を食べるんだと確認するように、やるべきことを小さく整理していきます。地図があれば迷わないように、行動も順番が分かればスムーズに動けるようになります。本書では考え方の整理の仕方、行動を生み出すステップ、小さな習慣の作り方などがイラストや実例を交えて優しく説明されています。この本を読むことで、自分のやりたいことを実際の行動に変える力が身につきますというメッセージが全体を通して流れています。ビジネスにも日常にも使える万能の行動マニュアルのような一冊です。重要なポイント1、本書で最初に大切だと語られているのは、行動は考える順番を整えることで生まれるという考え方です。私たちはやらなきゃと思いながらも動けないことがあります。その原因の多くは気持ちの弱さではなく、頭の中の順番がバラバラになっているからだと著者は説明します。著者は本の中で、行動は思いつきではなく設計から生まれる
と語ります。これは家を建てる前に必ず設計図を書くのと同じです。もし設計図がないまま家を建てようとしたら、どこに柱を立てればいいかもわからず、進めるのが不安になります。行動も同じで、順番がはっきりしないと、どこから手をつければいいか迷い、結果として何もしないまま時間が過ぎてしまいます。本書ではまずやりたいことを分解し、小さな部品にすることからスタートします。この時著者は一つ一つを取り出して眺めると行動の形が見えてきますと優しく説明しています。例えば大きなジグソーパズルをいきなり完成させようとすると難しいですが、まずは端のピースを集めるように小さな部分から整えると前に進めます。このパートを通して読者は行動できない理由が自分のせいではなく、考える順番が整っていないだけだと気づけるようになっています。それは行動へのハードルをぐっと低くしてくれる安心感のあるメッセージです。重要なポイントに2つ目の大事なポイントは、行動を見える形にすることで迷いが減り前に進めるという考えです。本書ではその方法としてプロジェクトマップを使います。これはやりたいことを地図のように描き出し、今どこにいるのか、次に何をするのかを一目でわかるようにする仕組みです。著者は頭の中だけで考えると必要なことがすぐに隠れてしまいますと説明しています。例えば教室の掃除をするとき、どこから手をつけるか決めていないと、ほうきと雑巾を行ったり来たりしてしまうようなものです。地図のように順番が見えていれば、まずは机を動かして次に床を履くという流れが自然に作れます。本書の中にはプロジェクトマップの書き方が具体的に示されています。目標を真ん中に置き、そこへ向かうための手順を枝のようにつなげていきます。著者は行動が見えると人は安心して動き始めると語ります。これは道の途中にある案内板と同じ役割を果たします。初めて行く公園でも案内板があれば迷わず進めるように、行動の順番が見える形になると自然と次の一歩を踏み出せるのです。またマップを書くことでやるべきことの漏れや重なりにも気づきやすくなります。こんなに難しいと思っていたのにぶつ切りにすればできる気がすると思えるのもこの仕組みの大きな強みです。行動の道筋が整えば気持ちの負担が軽くなり、前に進む勇気が湧いてきます。重要なポイント3、3つ目の重要なポイントは、小さな行動を積み重ねることで結果は大きく変わるということです。本書では行動を作るときにいきなり完璧を目指さないことが強調されています。著者は行動は小さく始めることで続けられますと繰り返し伝えています。例えば長いマラソンも最初の一歩がなければゴールに近づくことはできません。走る前に 42km もあるのかと考えてしまうと足が止まりますが、まずは10歩だけ歩いてみようと考えれば前に進めます。著者はこの考え方を行動づくりの中心として紹介しています。本書では行動を小さく区切るためのコツが丁寧に説明されています。その中の一つに、最初の行動は3分以内に終わる作業にするという方法があります。これは最初のハードルを低くし、成功体験を積みながら前へ進むための工夫です。著者は小さな成功は次の行動を呼びますと述べています。また本書ではできたことリストの考え方も紹介されています。これは終わった作業を小さく書き出していく方法で、自分自身の前進が目に見える形になります。宿題をするとき、終わったページに丸をつけると、もう少し頑張ろうと思えるのと同じ働きです。
こうして行動を積み重ねることで気づけば大きな成果につながっていきます。小さな一歩が大きな変化の入り口になるという本書のメッセージが優しく心に残るポイントです。印象的なエピソードや引用、本書の中で特に心に残るエピソードがあります。それはある会社員の方がやりたいことがあるのに毎日が忙しくて一歩も進めないと悩んでいた場面です。その人は頭の中でやるべきことがぐるぐる回り、気づけば時間だけが過ぎていく日々を送っていました。著者はそんな彼にまず1枚の紙を手渡します。そして今思いつくことを全部ここに置いてみてくださいと伝えるのです。その言葉に従い、彼は紙の上に思いつくまま書き出しました。すると頭の中のモヤモヤがまるで部屋の中に散らばったおもちゃを箱に集めるように整理されていきました。著者はそこで行動できないのはあなたが怠けているからではなく、情報が混ざり合っているからですと説明します。この一言が読者の心にもスッと入りやすい大切なメッセージになっています。さらに本書には印象的な言葉があります。著者は行動は心の中の迷路に地図を作る作業ですと語ります。この表現はとても優しく行動の本質を捉えています。迷路を手探りで進むと不安ですが、上から見た地図があればゴールへの道が見えます。プロジェクトマップはまさにその上から見た地図の役割を果たします。またある読者の体験談としてマップを書いただけで気持ちが半分軽くなったという言葉も紹介されています。これは行動が不安を消すのではなく、行動の見える化が不安をほぐしてくれるということを示しています。例えば宿題を前にして全部できるかなと心配になる時でも、ページ数を分けて予定を書くだけで気持ちが落ち着くのと同じです。本書が伝えるエピソードや言葉は難しい話ではありません。日常の中で誰でも感じる迷いを優しくほどき、行動できないのは自分が弱いからではないとそっと背中を押してくれるものばかりです。5、実生活での生かし方。本書で紹介されているプロジェクトマップ行動設計法はビジネスだけでなく日常のあらゆる場面で活かせます。そのポイントはやりたいことを小さく分けて順番を見える形にするというとてもシンプルな考え方です。例えば部屋の片付けをしようと思っても全部やらなきゃと思うと気持ちが重くなります。でも本書の方法を使えば机の上、本棚、クローゼットというように分けて地図を作れます。地図があれば遠足の時にルートを確認するように迷わず進めるようになります。仕事でも同じです。資料作成や大きなプロジェクトを前にどこから始めればいいかわからなくなることがあります。そんな時は本書のメソッドを使って今思いつくタスクをメモに書き出します。著者の言葉を借りれば行動は頭の外に出すことで形になるのです。紙に書き出すだけで不安が減り、次に何をすればよいかがはっきりします。さらに本書では最初の行動は3分で終わることからと進めています。これは勉強を始めるときにまずは鉛筆を出してみるといった小さなアクションに似ています。たったそれだけでも一歩動くことができれば気持ちは自然と前向きになります。またできたことリストを作る方法も日常に取り入れやすいポイントです。今日やったことを小さく書き出すと自分の前進が見えるようになります。例えば英語の勉強で単語を一つ覚えたらそれだけでリストに書いてよいのです。小さな丸が増えていくと明日もやってみようという気持ちが生まれます。このように本書の方法は生活のどんな場面にも応用できます。行動できないという悩みを軽くし、
自分のペースで前に進む力を与えてくれる優しい実践法なのです。まとめです。この本、思考を行動に変える最短ルート、プロジェクトマップ行動設計法は、行動できないと悩む人にとても優しく寄り添ってくれる一冊です。本書が伝えているのは、行動できないのはあなたが悪いのではないという大切なメッセージです。考える順番を整え、行動を見える形にし、小さな一歩から始めることで誰でも前に進めるようになると教えています。プロジェクトマップという行動の地図は、生活にも仕事にも応用できる便利なツールです。やりたいことが頭の中で迷子になっているとき、この地図を書けば道筋がはっきりし、不安がすっと軽くなります。まるで迷路の上から全体を見渡すように、ゴールまでの流れが自然と見えてくるのです。この本を読むことで行動へのハードルが下がり、自分でもできるという安心感が得られます。そして毎日の中で小さな一歩を積み重ねる大切さを改めて感じられる内容になっています。行動に迷いを感じている方にとってきっと力になってくれるはずです。もしこの本を読んだことがある方は、ぜひコメントで感想を教えてください。これから読んでみたいと思った方は、ぜひ手に取ってみてくださいね。そして、このチャンネルを応援してくださる方は、チャンネル登録も忘れなく。